こんにちは、ひかりです。空です。はい、今回の内容だよ。1、1970年代から80年代前半の少女漫画と魔法少女アニメ。2、ゆり族という言葉の登場とその影響。3、1980年代のアニメ多様化によるゆりの進化。とにかく、まずはこの作品を見て。魔女っ子めぐちゃん。1974年4月1日から1975年9月29日までテレビ朝日系列で放送されたよ。この作品はアニメの画風が今までとは違ってとってもおしゃれでキュートだったよね。雰囲気はめぐちゃん放送開始の直前に放送されていたキューティーハニーにそっくりと思ったら制作メンバーがかなり被っているのね。そんなおしゃれでキュートな感じにもかかわらずギャグ漫画並みのずっこけシーンが多くて結構笑えるの。オープニングがすごく華麗でファッショナブルなもんだからそのギャップが燃えるわ。しかもこの作品魔法少女アニメとしては初めて主人公の魔法少女と対立するライバルキャラクターが登場したの。その子の名前はノン。魔女の国の女王候補としてめぐちゃんと人間界に修行に来ている設定だよ。すぐ人間に馴染むめぐちゃんとは違ってノンはどこか人間をバカにしているような信用してない節があって意地悪な感じよ。でも共通の試練や出来事を経て次第にめぐちゃんとの友情を深めていくのよね。そうそう、ノンってクールで感じ悪そうだけど冷静だし大人だしズルとかしないし実はすごく優しいから大好きよ。おてんばなめぐちゃんとは対照的だけどいいコンビよね。というわけで今回から1970年代に入るんだけどこの時代はゆりジャンルだけでなくいろいろなジャンルで新たな局面を迎える時期。アニメ作品もたくさん出てきて漫画もジャンルが多様化していったよ。そしてゆり族という言葉の登場もあってゆりジャンルとしても大きなターニングポイントになったとも言えるね。1については女の子同士の関係、友情、絆などを扱うようになった魔法少女アニメの登場、そして少女漫画における恋愛感情を含むゆり表現が現れてきたよ。1970年代に入ると女の子に焦点を当てることには変わりないんだけどリボンの騎士などのように波乱万丈な物語ではなくよりキュートでライトなトーンの魔法少女アニメが登場したの。その象徴的な作品としては先ほど触れた魔女っ子めぐちゃんや魔女っ子チックルなどが挙げられるね。魔法少女アニメは1966年12月から始まった魔法使いサリーをはじめとしてテレビアニメ化されていたけど1970年代に入ってからは女の子同士の関係、友情、絆などが色濃く出ている感じだよね。魔女っ子めぐちゃんの後は少し間が空いて魔女っ子チックルね。原作はキューティーハニーの永井豪志、制作メンバーも引き続いているのね。だね。マハールタンマラフーランパだよね。そうそう。当時のアイドルユニットピンクレディーが大流行していた時期とも重なってダブルヒロインの形をとっているのよね。あらすじはこんな感じ。小学5年生の女の子小森ちいこは誕生日にお父さんから一冊の古い絵本をプレゼントされるの。そしたら驚いたことにその絵本の中にはいたずら好きの魔法使いチップルが閉じ込められていたの。ちいこのおかげで本から抜け出たチップルは魔法で双子の姉妹になりすまし子守歌の一員として人間界に暮らし始めるのよ。そしてチップルったら些細なことでもすぐに魔法を使いたがるの。でも魔法は使っていい時とダメな時がある。そういうことをチーコと一緒に学んでいく。チーコが魔法を使っちゃダメよってなだめたり2人で一緒に秘密のお風呂に入ったりしてるシーンもあるよ。そうやって友情というか家族愛を深めていくの。こうしてアニメの世界にも女の子同士の関係性、友愛、絆をテーマとした作品が世に出てきた一方で少女漫画の世界では一歩先行く展開が繰り広げられていくよ。女の子同士の関係性もより深く精神的な結びつきが描かれていくようになっていくよ。例えば池田理代子氏のベルサイユのバラ、これはもう有名すぎるくらい有名だよね。漫画は1972年に発表されているけどその後1974年8月宝塚歌劇によって舞台化されて1979年にテレビアニメ化したの。その年の10月10日から翌年9月3日まで日本テレビ系列で放送されたよ。当時はニュースで取り上げられたりして社会現象を起こすほどの大ヒットだったのよ。内容としてはフランスブルボン朝後期ルイ15世末期からフランス革命でのアントワネット処刑までを描いているの。主人公オスカルは女性でありながら男性の社会で生き抜く役割を果たし性別の枠を超越したキャラクターとして描かれたよ。オスカルと他の女性キャラクター、特にアントワネットとの関係は作品の重要な部分を占めていてそのキャラクター間の精神的な深い絆や理解、共感を描くというゆりジャンルの重要な側面を先取りしていたね。これが後に
ゆりジャンルの表現の可能性を広げる一端を担ったとも言えるよね。ちなみに前半はオスカルとアントワネットの2人を中心に描き、中盤以降はオスカルを主人公としてフランス革命に至る悲劇を描いているわ。同時期、少女漫画の世界ではついに女性同士の恋愛をテーマとした作品が登場するよ。例えば山岸涼子氏の白い部屋の2人。発表はリボンコミック1971年2月号。親を事故で亡くした主人公のレシーヌは名門女学校の寄宿舎へとやってくるの。同室となった同級生のシモーンはテニスの上手いかっこいい少女だけど問題行動が多くて少し苦手な相手。シモーンの母親の訪れをきっかけに彼女も愛に飢えた人間だということを知り、2人は口づけを交わしてしまうの。学園祭のクラスの演劇でロメオとジュリエットを催すことになったんだけど、演技中に再びレシーヌにキスをするシモーン。レシーヌの心は揺れ動いてしまうの。その様子をクラスメイトは見逃さず、2人がレズビアンだと噂を広めてしまったのよね。そんな噂を避けるためレシーヌは学校を去り、新しい学校で平穏な生活を送ることになるんだけど、そこへシモーンが亡くなったというニュースが飛び込んでくるの。シモーンが男性と交際しつつ本当に愛してる人は別にいるって言って挑発したら、その男性に殺されてしまったの。シモーンにはもう永遠に会うことができないと知ったレシーヌは自分がシモーンをどれだけ愛していたかをはっきりと自覚するの。でもその愛はもうシモーンに伝えることができず、心の中に閉じ込めて生きていくしかない、そんな悲しい物語よ。辛すぎるよね。でもこの時代の背景がわかる展開だよね。そうだよね。この時代同性愛は今よりもタブー視されていた時代だから、他人に知れ渡るとなると命を絶つ選択まで追い詰められてしまう、そんな展開が少なからず描かれていた時代よね。続いては一条ゆかり氏のマヤの壮烈。1972年リボン7月号の付録だったよ。春川宝石店の跡取り娘であるレーナは高原に位置する爽やかな別荘地へ足を運んで、その地で彼女が出会ったのは神秘的な雰囲気を放つ少女マヤだったの。婚約者に対する気持ちとは裏腹にレーナはマヤに新しい感情を抱くようになるの。そしてついに2人は森でキスを交わす。その頃レーナの婚約者の父が謎の死を遂げ、高原は不穏なムードに包まれるの。そしてレーナの心はマヤにどんどん引き寄せられていく。一方マヤは自分の親を奪ったレーナの家族に復讐するためにレーナに近づいていたの。でもマヤ自身もレーナの魅力から逃れられず感情の葛藤に悩むのよね。姉の死によって復讐心を強めたマヤはレーナのお父さんを殺害した後、真実を打ち明けて自分を倒してくれとレーナに求めるの。だけどレーナはその要求を拒否する。復讐の最後の標的レーナの母の元へ向かうマヤは驚くべき事実に直面するの。その衝撃によりマヤはレーナの照れる表情やキスの瞬間など美しく描かれてはいるんだけど、物語は悲劇的な最後を迎えるんだよね。次は池田理代子氏の二人ぽっち。1971年週刊マーガレット23号から27号で発表されたよ。薫と玲子は愛生女学院の生徒で常に衝突し対抗心を燃やしていたの。だけど運命が意外な方向に転じて薫の母親と玲子の父親が結婚することになったの。だから一夜にして2人は姉妹となってしまった。最初はお互いに抵抗感を抱きつつも時間が経つにつれてお互いを理解し尊重するようになるの。特に玲子は薫への感情が姉妹以上の愛情へと発展する。でも薫には出生の秘密があったの。その秘密により彼女は悩み苦しむことになる。さらに玲子は心臓の病に苦しみ将来が終わりに近づいていることを知る。そしてこの2人はそれぞれの秘密と戦いながら共に豆腐の町へと旅立つことを決意するの。次も同じく池田理代子氏の揺れる早春。こちらは1973年昭和48年週刊マーガレット21号に掲載されたよ。笠井誠は体育会系の人気者で女子生徒から愛されていた。その誠が通う高校には男子生徒たちを引きつける魅力を持つ2人の美少女咲岡純子と小林恵子がいたの。でもその高飛車な態度から女子生徒たちからは嫌悪感を抱かれていたのよ。恋人を奪われた友人の涙を見て誠は純子と恵子の仲を裂く作戦を立てるの。それは恵子にだけに親切にするというもので作戦は見事成功。次第に純子と恵子の間に亀裂が入っていくの。一人取り残された純子は誠に向けて愛情を抱くようになる。でも誠が生徒会長の江崎を思っていることに気づくと純子は江崎から無理やりキスをされたと誠に打ち明けるの。純子の切ない様子に感じ入ってしまった誠は彼女との時間を増やすようになるのよね。だけど
まだ2人の感情が高まりきる前に、誠はこの関係を断つことを選ぶ。そして2人は、教会という特別な場所で最後の時を過ごすことになるの。続いて、お兄様へ。1974年、週刊マーガレット、12号から39号に連載。1991年にアニメ化されたよ。この年の7月14日から翌年5月31日まで NHK、BS2 で放送されたんだ。NHK でって驚くかもしれないけど、当時、衛星放送はまだそんなに普及していなかったからこそ、実現できたのかも。青蘭学園という名高い女子校に、七子という普通の少女が入学する。その学園には、ソロリティと名付けられた特別な組織が存在していて、見事な容姿や優れた家系、豊富な教養を兼ね備えた1年生から毎年10名だけが選ばれるというの。このエリートクラブに選ばれたのが何の変哲もない七子だったの。その選出に疑念が投げかけられ、少女たちの冷酷で陰湿な世界を七子は垣間見ることになるの。そんな彼女は素直で優しい心を持ち、自身の信念にはきっちりとした意見を持っていた。でもその正直さが誤解を招き、周囲からさらに疑われてしまうの。そんな中で七子の心に寄り添ってくれたのが、怪しげで美しい朝香レイだった。儚さと妖艶さが混在する彼女の魅力は下級生たちを虜にしていた。でも彼女の心はすでに生徒会長でソロリティの女王として君臨する一宮富貴子にあったの。あとレイの親友で体調を崩して留年し入院していた折原薫。退院して七子と同じクラスになったの。薫はソロリティ候補生として選ばれたんだけど、それを自ら辞退。理由はソロリティの存在そのものに反対だからというものだったの。薫もまた下級生たちから憧れの視線を受けていたんだけど、彼女の体には悲劇的な秘密が隠されていたの。レイと薫は親友ながらもそれぞれ対照的な生き方をしていて、心中に失敗したレイは死を望むだけの生活を送っていた一方で、薫は余命わずかと知りながらも力強く生き続ける。また七子の親友である忍マリコはクレオパトラのような美しさを持っていて、ソロリティへの参加に強い志を持っていたわ。そしてソロリティの頂点に君臨する一宮富貴子は気高く華やかであり、女性徒たちの理想の存在だった。でも富貴子とレイの関係はとても複雑。そこには家族の秘密も絡んでいて、愛し縛られ苦しみ依存し虐げ、そして愛す。富貴子の存在がレイを苦しめ、レイの存在が富貴子を苦しめて、本当にお兄様涙が止まりませんって感じよね。富貴子が七子に迫るシーンや七子にレイがキスをするシーンなど、美しくも胸がギュッとするようなエピソードがたくさん盛り込まれているよ。池田理代子氏のラストはクローディーヌ。発表は1978年、週刊マーガレット。精神科医の診察室に母親に導かれてやってきたクローディーヌは活発で美しい少女。でも彼女は自分は男の子だと主張して男性の服装を好み、男友達とばかり遊んでいたの。クローディーヌの幼なじみローズマリーはクローディーヌがお気に入り、ある日メイドとして働き始めた少女のモーラにクローディーヌは恋をしたの。だからローズマリーはモーラに意地悪しちゃったり、でもその恋も終わりを告げる。クローディーヌは両親に結婚したいと訴えるものの、モーラは故郷へと送り返されてしまう。そんなクローディーヌは次に年上の女性セシリアに心を奪われるの。だけどセシリアはクローディーヌの父の愛人で、セシリアの弟もまた父の愛人だったの。何それ、とんでもない父親ね。そうなの。結果的にクローディーヌの父とセシリアは嫉妬心に駆られたセシリアの弟によって焼死させられる運命に。クローディーヌが最後に心を捧げる相手は大学で出会った美しいシレーヌだった。友人や家族を欺きながら同棲を始め、クローディーヌは自分自身の全てを捧げてシレーヌを愛したの。彼女のためにいろいろな芸術や教養を教え込み、この世界の美しさと知識をシレーヌに教えた。だけどクローディーヌの兄が訪れてからシレーヌの心はおかしくなってしまって、2人は惹かれ合ってしまうの。そしてシレーヌはクローディーヌの元から去り、戻ってこなくなってしまう。お友達に戻りましょう。だってあなたは女の子だわと手紙に記して。そんなのひどすぎない？クローディーヌは女の子じゃないよ。ここは男の子だよ。そうなの。彼はトランスジェンダーで FTM なの。そんなクローディーヌを初めから男性と認めていたのは幼なじみのローズマリーだけ。わがままで自己主張が強いところがあるけど、しっかりクローディーヌのことを見ていたのね。みんな都合のいいようにクローディーヌのことを男性として扱ったり女性として扱ったりしていたのに、そして最後に
クローディーヌはある決断を下すの。おっと、ここまでにしておくわね。ってだいぶとネタバレしてますけど。そうね、ごめんなさい。次は篠由紀子氏のアルトの声の少女。1979年ララの11月号から掲載が始まって、1980年4月に白戦車から発売されたよ。片桐優は男勝りな少女で、誰にも属さない自由な魂を持ってるの。それが彼女の魅力で、学園中の人々が彼女に引き寄せられる理由よ。一方の中垣あさみは独自性が強くて正直で、自分の気持ちに忠実。つまりわがままってことだね。あはは、そうとも言うね。でも彼女が真剣に求めるものはただ一つだけ。それ以外のものなんて彼女には必要ないみたい。あらゆる方法でちょっと強引に優と友達になろうとするあさみだけど、周りのことなんて気にせず、すごく一途にまっすぐ優だけを見つめているところ、私は好きよ。それに比べて優は優しいけど八方美人なところがあるよね。そうそう、八方美人って自分の気持ちに嘘をつくようなところがあるからしんどくなってくるよね。ラストはちょっと突然すぎてまだ続きが欲しいよって感じなんだけど、優とあさみの性格が対極にあってすごくいい作品だった。そして次は有吉京子氏のアプローズ喝采。この作品の第1部は週刊マーガレット1981年33号から1982年13号に掲載されたよ。続いて第2部はブーケ1985年9月号と11月号に、完結編はエレガンスイブの1997年6月号から1999年2月号の間で掲載されたみたい。ベルギーの名門寄宿学校で偶然にも出会ったのは、日本から来た如月沙羅とベルギー王家の末裔シュナックミルク。2人は美しいだけでなく男女問わず人々の心を引きつけるカリスマ性を持っているの。サラはスリムな体に長い足を持ち、女性ながらも男性的な魅力を持つ女の子。一方シュナックは壮絶な美貌と繊細な雰囲気で、学園の中で圧倒的な人気を誇っていたわ。初めのうちはサラにはシュナックに対するラブな気持ちはなかったんだけど、シュナックの深い愛情に触れ、戸惑いながらも次第に彼女を愛していくようになるの。でもその感情の交錯が2人の間に深い溝を生み出してしまったり、多くの困難と葛藤を乗り越えてついに恋人の関係になった2人なんだけど、世間の風当たりは厳しくて、その甘い時間は長くは続かないわ。そして物語はどっちなのよっていう微妙な結末を迎えるの。ただすっきりとしない終わり方の作品に触れた時はいろいろ考える時間をもらったって思うようにしてるの。そうだね。でもいい方向に考えたいよね。次は福原弘子氏の紅に眉。1982年集英社漫画文庫の作品だけど掲載誌は分からなかったよ。放課後美しい八重桜の花を見ようと神社へ向かった鈴菜。でもそこで出くわしたのは暴走族の集団だったの。彼らに絡まれ連れ去られそうになった鈴菜を救ったのは偶然に通りかかったサラサ。バイクにまたがり風を切って走る彼女の赤毛と女性的な仕草に鈴菜は一瞬で魅了される。その出会いをきっかけに2人は意気投合するんだけど、その後も暴走族による追跡が続いて、鈴菜とサラサは大事件に巻き込まれてしまうの。次第に明らかになるサラサの過去、そして鈴菜の憧れからラブへと変わる感情。多くの人間模様が錯綜する中、暴走族との抗争は続くの。そして最後が迫るサラサが愛する鈴菜のために選択するその結末とは。短編だからすごく読みやすいんだけど、やっぱり悲しい結末の作品が多い印象だね。そうね。なんだか胸が苦しいわ。次は1980年代に入っていく予定だったんだけど、ごめんなさい。編集が間に合わなくて、一旦ここまでにします。後半は次回お届けしますね。では次の動画でお会いしましょう。ビリラジ